インデックス投資をしている方、昨日の下落要因を確認しましょう。米国市場は FRB の利上げ観測の台頭からダウ平均が537ドル下落しました。東京市場の日経平均も約 2% 下落しました。 US テックナビです。5月16日の米国株市場の最新動向をお伝えします。この3つだけ押さえれば今日の相場は OK です。予想を上回ったインフレ指標の動向、決算発表で急騰したサプライズ銘柄、そしてあなたの資産への影響です。まず市場に衝撃を与えたインフレ指標です。4月の生産者物価指数は前年比 6.0% 上昇し、市場の想定を超える結果となりました。消費者物価指数も 3.8% 上昇しています。中東情勢の悪化によるエネルギー価格の高騰が物価全体を押し上げる主要因となっており、エネルギーセクターは上昇しています。この指標結果を受けてFRB の金融政策について新たな見方が広がっています。これまで市場が期待していた利下げシナリオは後退し、逆に利上げを検討するとの観測が台頭しました。インフレを抑え込み、政策の信頼性を維持するためには追加の利上げは不可避との指摘も出ています。インデックス投資をされている方にとって金利上昇は株式市場全体に対する強い重しとなります。ポートフォリオの変動が大きくなる可能性があるため、今後の政策見通しの変化に注意が必要です。続いて主要指数の動向です。金利上昇への強い警戒感が市場を覆い、ダウ平均は537ドル安と大幅に反落しました。 S&P500 やナスダック総合指数も下落しています。セクター別に見ると明暗が分かれています。原油価格の高騰を背景にエネルギーが上昇した一方で、金利敏感株である素材や公共事業、そしてテクノロジーセクターが大きく下落しました。ここからは本日の決算サプライズ銘柄です。ソーラーエッジテクノロジーズが決算を受けて約 23% 急騰しました。税額控除の期限を控える中で製品需要の回復期待が買いを集めました。 P3 ヘルスパートナーズは投資家 SNS でも話題沸騰中の銘柄です。力強い四半期決算と通期見通しの情報修正を発表し、 180% を超える記録的な急騰となりました。またエンフェーズエナジーも商業用太陽光発電分野への本格的な参入が評価され、約 10% の大幅な上昇を記録しています。再生可能エネルギー関連に資金が向かっています。それでは本日の注目ハイテク銘柄です。ビッグテック企業の間でも資金の動きに明確な違いが見られました。まず本日の取引量が最も多かった NVIDIA です。 AI ブームを牽引してきた同社ですが、本日は約 4% の大幅な下落となりました。出来高は1億6000万株に達しています。中国市場への半導体輸出規制をめぐる懸念が株価の重しです。一方で底堅さを見せたのがマイクロソフトです。全体相場が下落する厳しい環境の中で約 3% の上昇を記録しました。著名な投資家が強気の姿勢を明確にしたことが市場の安心感につながり買い材料となりました。もう一つ取引量が多かったのがホールディングスです。南米を中心に展開するフィンテック企業ですが、本日は約 6% の下落となりました。インフレ懸念による金融セクター全体への圧力を直接的に受けた形です。最後に AI の膨大なデータ分析による明日の注目銘柄予測です。 AI はマイクロソフトに注目しています。市場全体が下落する中での逆行高は機関投資家からの強い買い意欲の表れだと分析しています。本日のレポートは以上です。この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。 US テックナビでは毎朝米国市場の最新動向を4分でお届けしています。見逃したくない方はチャンネル登録と通知オンをお願いします。それではまた明日。